はいどうも、ビバです。こちらは我が家で管理している30センチキューブ水槽。2022年の8月時点で4年目に突入しました。この水槽自体はミスト式で立ち上げを始めて、注水したのが2019年の8月。なので、水槽として管理を始めたのは丸3年経って今年の8月で4年目に入りました。この30センチキューブという小さな水槽に3年間の思い出が集まってるんですけど、実はこの水槽、なかなか状態が良くって、あまり手間がかかっていません。これまで出してきたこの30センチキューブ水槽の動画で、いろいろトラブルとかは報告したとは思うんですけど、そこまで状態が崩れてしまったとかいうのは確かなかったと思います。今回の動画では、なぜこの30センチキューブ水槽が状態よく保てているのか、実はこの水槽で3年間管理するにあたって守り続けてきたことがあるので、今回の動画ではそれも交えながら小型水槽の管理のポイントなんかをご紹介したいと思います。この動画を見れば小型水槽の管理が必ず楽になるとは言えないんですけど、何かの役に立つこともあると思うので、小型水槽をやってる方、60センチとかの大きな水草水槽をやってる方も参考になるとは思うので、ぜひ最後までご覧ください。今回は水草が伸びきっているので、水草の調整をしながらお話をしていきたいと思います。今見てもらっているのは水草を切る前の状態。見ての通り、水草に苔も生えていないし、ガラス面にも苔は見当たりません。なかなか状態はいいんですけど、とりあえず水草が伸び放題。これ何とかしないといけないですね。この水草をカットしながら、この水槽の3年間守り続けてきたことをお話ししていきたいと思います。一応今回も水草をカットする際のとても便利なツールを紹介します。ダイソーで売っている伸縮性のゴミ箱。こんな感じで広げるとサイズが倍ぐらいになって、裏面には引っ掛ける部分があります。これ何が便利かというと、水槽に引っ掛けることができます。水槽に引っ掛けることで切った水草をそのままどんどんとこちらに移すことができます。しかも水槽に引っかかっているので、水槽の外に水が漏れることもありません。実際使う時にはビニール袋をかぶせて、この取っ手の外側までビニールをかぶせちゃいます。この状態で水槽に引っ掛けます。あとは切った水草をどんどん入れていくだけですね。作業が終わったらビニール袋ごと水草を捨てることができます。それではやっていきましょう。3年間という長い期間維持しているこの水草水槽ですが、現在は基本的に減った分だけ足し水をして3ヶ月に1回くらい水替え、定称掃除は半年に1回くらいプロホースで行う程度です。外部フィルターは半年ほど前からキャビティを入れてますが、こちらは一度もメンテナンスしていません。この3年間、水槽管理をする上で守ってきたことは大きく分けて3つです。1つ、水草をたくさん植える。2つ、生態を少なくする。3つ、いじりすぎない。この3点がこの水槽を3年間維持してきて守ってきたことです。とはいえ最初からこれを守り通したわけではありません。立ち上げ初期は水草や生態をあれこれ入れ替えたり、フィルターなんかも試行錯誤していじりまくってました。現在のように水槽環境が安定したのは立ち上げから1年くらい試行錯誤してからだと思います。それでは1個ずつ紐解いていきます。水草、特に有形層をたくさん植えると水槽内の養分を吸収してくれるので、苔が発生しにくくなります。また水草の複雑な形状はバクテリアの住処になったり、魚たちの隠れ家にもなります。立ち上げ当初はキューバパールショートヘアグラスだけだったんですけど、1年ほどかけて有形層を増やしていきました。生態は水槽の環境を汚す原因になります。ろ過を強化すれば生態は多くても大丈夫という方もいるかもしれませんが、生態数は少ない方が水槽は安定します。小型魚で15匹くらいまでが適正飼育数かと思います。ただ苔取り生態は必須です。水草や石、流木の苔にはヤマトヌマエビなどのエビ類、ラムズホーンなどの貝類、ガラス面の苔にはオトシンクルス系のプレコ類がベストです。参考までにこの水槽ではヤマトヌマエビが1匹、オトシンクルスネグロスが1匹、ラムズホーンが大量にいます。アクアリウムやってるといろんな問題に直面します。苔が生えたとか、油膜が出たとか、水草が育たないとか、もちろん魚の病気とかはすぐに隔離治療など早期対応した方がいいんですけど、苔が生えたからオキシドールだとか、水草に元気がないから液肥追加だとか、そういうのはあまり神経質にならない方がいいと思います。
薬じゃないですけど、用法用量を守らないと、せっかく出来上がりつつある環境を壊してしまうかもしれません。特に水草水槽は生態系を買うようなもんなので、1日2日で完成するものではありません。のんびりズボラに構えるくらいのスタンスでいいかと思います。この3点が3年間で守ってきたポイントになります。特に立ち上げから1年間はあれこれ試行錯誤していましたが、水草、特に有形草をたくさん植えてからは環境が安定したように思います。水草をたくさん植えると、今度は CO2 添加が必要になったり、効率的な CO2 利用のために外部フィルターに変更したり、これまた試行錯誤したので、水草水槽をこれから始める方は、最初から CO2 と外部フィルターは予定しておいた方がいいかもしれません。というわけで、水槽管理の3つの守ってきたことを紹介しました。もちろん水槽っていうのは100個あれば100個環境が異なります。もらったアドバイスに効果がある人もいれば、効果があまりない人もいるかと思います。言われたことをそのままやるんじゃなくて、試行錯誤する中で経験を積み上げるのがアクアリウムの楽しみ方なのかもしれません。ちなみにこの水槽のメンテナンスについては動画の最中にも触れましたが、よくいただくのが、ヒーターは設置していないんですかという質問。この水槽については、この夏から水槽用クーラーを設置していて、夏も冬も一定の水温を保つ計画です。これまでも冬場はストーブを使って部屋全体の温度管理でしたが、水温が一定に保たれるのが一番理想なので、冬場のヒーター問題や夏場の高水温問題で悩んでいる方は、全水の手軽通用を検討すると幸せになれるかもしれません。30センチキューブのような小型水槽であれば問題なく使用できます。というわけで今回の動画は以上です。アクアリウムで環境を安定させる近道は、やっぱり水量の多い60センチ規格水槽とか90センチ水槽が理想なんですけど、小型水槽でも一旦環境が落ち着いてしまえば管理は楽になります。その環境を安定させるまでが小型水槽はハードルが高いかもしれないんですけど、とにかく生態数を少なくして水草を最初からたっぷり植える。これが環境安定の近道なんじゃないかなと思います。30センチキューブ水槽でも十分魅力的な水草水槽はできるので、これから水草水槽を始めるよっていう方は、今回の情報を頭の片隅にでも置いといてもらえると嬉しいです。特に立ち上げ初期で安定していない時期にあれこれいじり回して負のスパイラルに陥ることはよくあるので、長期的な目線でじっくりと育て上げるのが大事かなと思います。こういった点がアクアリウムって工業製品ではなくて生き物なんだなと思う瞬間だったりします。というわけで今回の動画は以上です。もし今回の動画役に立ったなという方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。